はい、こんにちは。岩木健一です。今日はですね、失敗談あり、引退、そしてその後の進路、僕はとっても後悔してますという話で、お送りしたいと思います。いつか来る引退の日、水球選手だったらやっぱいつか来ますよね。その時あなたはどんな進路を選びますか？僕はやっぱ引退してちょっと失敗したなっていうことを思ってるし、後悔やっぱしてるんですね。で、今回の動画で、僕が引退を失敗してっていうとなんかあれですけど、引退する時期を失敗して、後悔した話とその理由、そして、今後の今現役世代の皆さんが、選手として稼ぐ方法、この2つについて解説をしていきたいと思います。で、この動画を最後まで見てもらうことで、引退を失敗したりとか後悔しない方法だったりとか、現役続行するかどうかに関わる水球で稼ぐ方法、これが分かりますので、ぜひ最後まで見ていってほしいなというふうに思います。そしたら内容に入っていきます。まず1つ目、僕の水球人生引退の時期を失敗したという話なんですけれども、大学4年生で競技を続行するか引退するか、これにすごく迷っていて、どんな風に迷ってたかっていうのを説明するために当時の状況を言うと、2012年ロンドンオリンピックの年だったんですけど、その2011年にロンドンオリンピックの予選会があって、そこで日本代表は負けてしまってロンドンオリンピックには出場権を得ることができなかったんですけど、その時にですね、僕大学4年生で、2016年次のオリンピックはブラジルのリオで開催される。そして2020年が、まだ東京なのかスペインのマドリード、トルコのイスタンブール、この3つぐらいで、当時はやっぱマドリードとイスタンブールがかなり推してて、東京はちょっと地理的にももう暑いし狭いし、ちょっと無理なんじゃないかというようなことを言われていて、マドリードがイスタンブールが強いんじゃないかなというところで、2012年もやっぱ負けちゃったんで、2016年のリオもどうなんだろうと、2020年日本が来たら日本代表は、開催枠で出れるけれどもどうなんだろうというところで、すごく迷ってました。で、僕は結局引退を選んだんですけれども、理由としては、もうこれ恥ずかしい話なんですけども、本当に後悔しているところで、僕はね、日本代表がオリンピックに行くのは正直ちょっと厳しい、難しいんじゃないかなっていうふうに2012年当時考えていました。っていうのも、実際に自分が日本代表としてやってみて、やっぱ体格差がすごかったりとかしてて、やっぱりちょっとこれは競技的に体重制限がない競技だから、やっぱきついなというのを考えていて、やっぱ泳ぎで勝てる部分とか、その速攻とか耐水セットの水球の精度っていうのは、パス回しとかっていうのは負けないと思ってるんですけど、やっぱいかんせん僕たちのハンドアップの上から打ち込まれたりとか、もうちょっとフィジカル面でちょっと正直厳しくて、ちょっと厳しいなということを思ってました。で、やっぱりそうなると日本代表として僕はオリンピックに出たいというのがちっちゃい頃からの夢だったので、2020年の東京、まだ内定もしてないものにかけるしかないのかと。ただ2012年であと8年後ですよね。なんで、30歳31歳まで現役を続けてやれるかどうかっていうところで、僕はその時やっぱ肩も怪我してたんで、その時まで代表選手で本当にいられるのかって、本当に当時30歳までやってた選手っていうのは本当にトッププレイヤーで、海外でも年間数百万から1000万ぐらいお金もらいながらやってた選手が、僕が知ってる人で1人2人いるぐらいで、ちょっとそんなレジェンドみたいな人に自分はなれないなと思って、やっぱ肩も怪我してるし、東京五輪ここまでやってマドリードとかイスタンブールに決まった時に自分には何が残るんだっていうところで、もう結局ね、現役続行のためには大学出たら海外に挑戦するか、大学院に行くか、この2択しか当時はなくて、今は、企業にスポンサーみたいな形で入ってもらって、週に1回とか2回出社して、あとは水球思いっきりハマってきていいよとか、オリンピック期間だからもう今出社しなくて、お給料振り込んどくからぜひ我が社のためにも頑張ってくれみたいな感じで、応援してもらうような企業に就職するっていうことができてるので、すごくいいなと思うんですけれども、当時はね、やっぱ海外挑戦もしくは大学院、この2つしかなくて、でどっちにしてもやっぱお金かかるし、もし大学院だったらまだ学生っていうね、就職するときに大学院行ってましたって言ったら、頑張ってたんだねってなると思うんですけど、海外挑戦してましたってある意味無職じゃないですか。今思えばね、海外挑戦してました、夢を追っかけてましたっていうのはすごく強みにはなるとは思うんですけど、当時は何も残らないっていう風に感じてて、これが一つの、反省点というか後悔のポイントですよね。
それで僕は大学で教員免許を取ることができたので、教師として働くかというところで、考えてました。で、なんで教師かっていうと、例えば警察とか消防とか、就職もそうですけど、採用試験、就職試験とか採用試験に合格しないと働けないんですよね。でもこの教師っていうのは、県にとか、私立にとか採用されなくても、1年間とか半年間とか、数ヶ月とか限定で、講師として働くっていうことができそうだなというところで、そうやってじゃあギリギリまで代表活動してその後就職っていうふうに考えると、教師っていう道が一番いいのかなと。そして水球にもすごく近いところで、顧問であったりとかコーチであったりとかできるんで、消防とか警察を受けて、夜勤があったりとか、当直があったりとかしますよね。そんな中で行ったり行けなかったりするより、ちょっと選手としての道は諦めるけれどもコーチとしてやっていくっていう方法があるんじゃないかなと思って、僕は教師という道を選びました。でも実際その東京オリンピックがもうすぐ始まる、2021年のもう今何月だ、7月入りましたけれども、未来の僕からもう当時の僕にもう本当に言いたいことがあって、なんかね、お金を払って水球するのかお金をもらって水球を教えるのかって当時は考えてたんですよ。で、現実的なことを考えて引退して、就職っていう形をねしたんですけれども、違うだろうと言いたいですね。お金を払って夢を追っかけるのか、やっぱお金もらって僕は夢を諦めたっていう風にやっぱ今思ってるんですね。なんかすごくやっぱ悔しい思いがあって、で、2016年結局自分たちの実力で日本代表リオに参加をしてるし、2020年も次はメダル取るぞって意気込んでいて、すごい練習励んでると思うんですよね。本当になんかそこにね、もし2016年だけでも、もしくは2020年まで自分が日本代表としてもしやれてたんだったら、ちょっとね肩の怪我もあったしできてたかどうかは分かんないけれども、やっぱね無理だろうって思っててやめたのと、もし仮に落選したにしても最後まで俺頑張れたんだって思って終われるのと全然違うだろうなと思いますね。だから2016年もちょっと自分たちで出るのは難しいし、2020年も東京来ないんじゃないかって思ってた自分に、どっちも水球日本代表出場するからなって言いたいですね。だから、ビビって諦めただけだろうって、逃げずに挑戦しろよってやっぱ思いますね。いや本当過去の自分に言いたい、でそんな気持ちがあるから、だからやっぱリオ五輪で同級生たちが頑張ってるのを見て、僕はもう引退してたんですけど、同級生たちがブラジルの地でね頑張ってやってたんですよ。それを僕は夜中の2時とか3時とかに起きて、リアルタイムでなんか BS かなんかで見てたんですよね。でそれ見て一人でボロボロ泣きながら、夜中3時ですよ、なんで俺こんなところで見てるんだろうって、俺もっともっと頑張ったらそこにいてプレーができてたんじゃないかなとかっていうので、もうボロボロ泣くんですけど、やっぱそれでね、今現役世代の選手たち、今夢見てる少年少女たちがやっぱ同じ思いを知ってほしくないなというふうに思っていて、どうすればいいかなって、当時考えたんですよ。で謎に YouTube 始めてこうやって動画を投稿したりするから、もうほんと16年とかね、過去の自分に言いたいですね。お前トーク鍛えとけって。もう本当に困ってるんでね、今こういうのもなんかわざわざ台本作ったりして話をしてるんですけれども、ちょっと話ずれちゃいましたね。毎回脱線してる気がするな。だからやっぱり後悔するから、もう本当にお前泣くぞって話ですね。後悔しないでいい人生を送るために、やっぱりこの動画を活用してほしいし、これを見た人が自分の引退ってどんな形になるんだろうということで、こうふとね、まだ小学生でも中学生でも自分は大学まで追求するんだって思ってても、いつかは来るんですよ、引退の日が。引退をしないっていう日もいい人、そういった選択肢もあるかもしれないんですけど、競技者として、例えば日本代表を目指す水球が終わる日だったりとか、全国大会を目指す水球が終わったりとか、何かしら区切りが絶対来るんで、だからやっぱそういう日が来るっていうのをやっぱり自分で自覚しつつ毎日を過ごしてほしいなというふうに思いますね。やっぱそうやって終わりが見えるとね、いつまでもだらだらとできないものが絶対あるんで、だって明日急に水球できませんよって言われたら今日の練習絶対頑張るでしょ、ね、それと一緒ですよね。で2つ目の話に入っていきたいと思います。でこれがお金とかに関わってくることなんですけれども、